いやー、明けたね今年もどうぞよろしくお願いしますってことで、新年一発目はですね、今年注目のモデルとかブランドの話をしようと思います。でもその前にちょっとだけ去年の話をさせてください。というのも、思い返せば去年は周年モデルがめちゃくちゃ盛り上がりましたよね。去年の注目モデルはほぼほぼ周年モデルだったんじゃないかと思います。ワシロンコンスタンタンは創業270年で222のステンレスモデルが出ましたし、ジラール・ベルゴはロレアート誕生50周年でロレアート50も良かったですね。あとはオーデマ・ピゲが創業150周年で RD5 が発表されまして、これがまたとんでもなくて、エクストラシーンのケースの中にフライングトゥールビヨンとクロノグラフを詰め込んだっていう超絶モデル。最近調べてみたら結構評判良かったみたいで、触れなかったのがかなり悔やまれます。それからなんといってもブレゲ、創業250周年でクラシックスースプリクションが出て GPHG の金の針章をかっさらっていきましたよね。ブレゲはスースクリプション以外にも周年記念モデルをいろいろリリースしてかなり良かったと思います。そんな感じだったんで、変な話、去年はとんでもなく当たり年だったと思います。はい。それで、そんなとんでもない2025年からの今年も周年記念系が目白押しなので注目していきたいと思いまして、でホディンキーで2026年に周年を迎える注目のブランド、注目のアイコンっていう記事があったので、去年に続きこれを参考に注目したモデルの話をしていきたいと思います。まず最初はパテックフィリップのノーチラス。50周年なんすよね。これは今年一番の注目と言っていいでしょう。もうね、めちゃくちゃ楽しみ。1976年にジェラルド・ジェンタのデザインで産声を上げたラグスポの王様が半世紀を迎えるわけです。ノーチラスといえばシンプルなステンレスケースの5711が2021年にディスコになってしまって話題になりましたよね。もう心にぽっかりと穴が開いているみたいな状態ですから。同じくホディンキーに50周年だからどんなモデルが出るんだろうって記事がありましたけど、読んでみてすごく面白かったです。なんで5711をディスコンにしたのかってところで、ティエリー・スターン社長が言うには、大きな理由の一つは特定のコレクション、リファレンスによってパテックフィリップというブランドイメージが支配されることを避けるためらしいんですよね。この部分を読んで某ブランドの某モデルを連想しちゃったんですがまあでもこの言葉の意味は、つまり手頃な価格の SSA ウォッチのブランドっていうイメージが強くなることはリスク以外の何物でもないってことらしいんで、その辺はいろいろと各社戦略があると思うのでね、どうこうはないんですけれども、それで話を戻しますと、ノーチラス5711がディスコになった今、50周年としてどんなモデルが登場するのか軽く予想してみたいと思いますが、ホディンキーではリファレンス5711に代わる2進3進のシンプルな新しい SS 製モデルの登場を希望込みで予想してましたけど、40周年の時に5711のプラチナモデルとフライバッククロノグラフのモデルが出たので、めちゃくちゃベタですけど5811のプラチナ限定モデルあたりが来るんじゃないかと思いましたね。あとはレギュラーモデルっていうところでは、ローズゴールドとブラウンのダイヤルの3進モデル、これ以前ありましたけど今ないんですよね。この色の組み合わせが今すごく刺さってしまっているんで、復活してほしいなーなんて思うんですけど、というのも最近ブラウン系のコーディネートがいいなーなんて思ってまして、そこにゴールドとブラウンの時計っていうのがすごく合わせやすいんじゃないかと。フルムクってちょっといやらしい感じがしますけど、この色合いならむしろ上品ですよね。ということで、まあ私も希望を込みで予想してみました。はい。それから次なんですけど、私がすごく気になっている周年モデルがありまして、ショパールの LUC が30周年なんですよね。いや、ショパールの LUC といえば LUC1860 ですよね。1996年にショパールが威信をかけて生み出した傑作。そんでもって2023年に現行の LUC1860 が発表されましたけど、これが初代の復刻版になっていて、こういうのを待ってたんだよっていう時計好きのツボを完璧についてきましたよね。もう歓喜してしまいましたからね。あれを見た時の感動、今でも覚えてます。まさに感涙ものでしたね。はい。
それで LUC が30周年なんで、それはすごいモデルを投入してくれるんじゃないかっていう期待しかないんですけど、これホディンキーでも書かれてましたが、去年 LUC シリーズっていろいろモデルが出ていて、割とコレクションが充実しちゃってるんですよね。LUC クワトロマーク4っていうプラチナのモデルなんかも印象的でしたし、 LUC フライング T ツインパーペチュアラをはじめとした複雑系のモデルも出ましたし、あと何が残ってるんでしょうか1年早く出しちゃったんじゃないかっていうくらいの勢いだったんですけど、それがゆえにむしろ今年どんなモデルが出てくるかって楽しみでならない。割とガチで来てほしいのは、これ何度も言っちゃってますけど、やっぱり LUC1860 のダイヤル違いですね。意外とゴールドケースのモデルを出してくれるんじゃないかって期待してるんですけど、でもルーセントスティールで400万円超えちゃってるんで、ゴールドだと一体いくらになるんでしょうかね。でもノーチラスじゃないですけど、プラチナモデルとか限定で出てもおかしくないですかね。鮮やかなアイスブルーのダイヤルとか素敵ですよね。妄想しだすと止まらなくなるのでこの辺にしておきますが、 LUC に関してはかなり楽しみなので、ショパールの動向については注視していきたいですね。それから次の周年モデルですけど、これはですね、ホディンキーでめちゃくちゃ推してたやつなんですが、チューダーの100周年ですね。記事を読んでたら、ブランドとしてのチューダーのスタートっていつなのかいろいろあるみたいですけど、一応100周年のようで、それで1926コレクションにアニバーサリーモデルが追加されるんじゃないかっていう予想をしてましたね。確かに100周年記念にはちょうどいいコレクションですよね。これはガチでありそうだなって思っちゃいました。最近のチューダーってロレックスのセカンドラインって言えないくらい独自の個性が爆発してるじゃないですか。独自の魅力が満載のモデルが増えていますよね。ブラックベイ54とか好きなやつですし、1926に関してもムーンフェイズのついたモデルが去年出ましたしね。で、記事を読んでいて気になったのがムーブメントなんですけど、1926ってセリタベースのムーブメントなんですよね。だから100周年ってことでこの辺も刷新してケニッシ製のムーブメントになってくれると、より1926の魅力も増すんじゃないかなって思いましたね。それで続いてなんですが、 IWC のパイロットウォッチが90周年らしいですね。初代のパイロットウォッチが誕生したのが1936年、軍用のマーク11が1948年に作られて、1994年に民生用としてマーク12が登場っていう流れです。現行のマーク20が2022年に登場しているので、そろそろモデルチェンジしてもいい頃ではないかというのと、90周年なんでタイミング的にはありえそうですよね。で、記事でも言及されていたんですけど、もしモデルチェンジするのであれば注目はサイズではないかと思うんです。マーク12が 36mm で登場して、世代を追うごとに巨大化していって、現行は 40mm と、最近は小径化のトレンドがありますし、何より IWC も去年はインジュニアに小さいモデルを投入しているので、結構あるんじゃないかと思うんですよね。大きいモデルが欲しい人はビッグパイロットウォッチに行って、小さい方が好きな人はマーク21にってことで住み分けができますし、なのでパイロットウォッチについても注目していきたいところですね。それから最後になるんですが、レイモンド・ウェイルが創業50周年らしいですね。レイモンド・ウェイルといえば2023年の GPHG でチャレンジ部門を受賞したミレジムが有名ですが、イメージ的に最近のブランドなのかなと思っていたら、意外と歴史があるんですね。で、やっぱり注目はミレジムになってくるわけですが、まずもって時計の価格も高騰する中で、この価格がすごく魅力的だっていうのもありますし、デザインがね、古き良きみたいなクラシック顔で時計好きに刺さりますよね。それからバリエーションもすごく増えていて、ムーンフェイズがついたモデルも出ているので、選択肢がいろいろあるのはありがたいですよね。それで次来るとしたら、このクラシックな雰囲気に合う機能といえばですよ、トリプルカレンダームーンフェイズじゃないですかね。めちゃくちゃ合うと思うんですよね。周年記念系といえば複雑機構かなと思うので、あると思います。というわけで、今年注目のモデルの話でしたが、いかがでしたか？他にもいろんなブランドとかモデルがアニバーサリーイヤーを迎えるので、楽しみはつきませんけども、あとはバンクリーフが創業120周年らしいので、それも時計以外のものもあって楽しみですね。
最近はホリデーのアルハンブラが入手難易度マックスになってしまったので残念ではあるんですが、それ以外でも何かあるかななんてワクワクしてしまいますね。まああれですよ、実際に自分が買えるかどうかとか買うかどうかは別にして、どんなモデルが出てくるんだろうって妄想する時間が楽しいじゃないですか。そんな感じでこの1年期待に胸を膨らませながら待ちたいと思います。はい、では今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。それではあったかくして寝ろよ。いやー、年末に2025年のまとめ動画をいくつか投稿しましたけど、どうでしたか？私もですね、インスタとかでいろんな人の2025年の振り返り系の投稿を見るんですけど、皆さん買ってますよね。時計何本も。今年は5本お迎えしましたっていう感じのをいくつも見つけちゃって、買いすぎやろいやー、いいんですけどね、一応私もね、ここで2025年にお迎えした時計を紹介しておこうかと思います。去年買った時計は1本もなかったんだったまあ去年はこんな感じだったのでね、今年はいい出会いがあるといいんですけども、そういう意味で周年モデルに限らず今年も新作が楽しみですね。それでは。